はい、皆さんこんにちは。アミティ先生です。3月18日の夜にですね、新しい iPad Pro が発売されました。Apple Store にですね、こんな感じでひょこっと突然現れたんで、私もすごいびっくりしたんですけど、1年越しの iPad Pro が発売されたということで、私もすごいワクワクしてます。で、今日はね、ちょっとこの iPad Pro のフルスペックのやつをちょっと買いたいと思います。皆さんお付き合いください。で、この iPad Pro 新しいやつですね、変わった点大きく2点あって、まずはカメラと、あとはですね、これ、スマートキーボード、マジックキーボードかな。マジックキーボードっていう新しいキーボードが出ました。で、これがね、すごく進化をしましたので、ちょっとだけご紹介したいんですけど、カメラに関しては、今まで1つのレンズだったのが、これ2つになってますね。下と上に2つレンズがついて、これによって、広角の写真と、あと超広角ですね。もうめっちゃトンボさんみたいに周りまで全部撮っちゃうみたいな超広角モードの写真撮影がすることができます。で、これ今まで iPhone ではね、こういう機能あったんですけど iPad にはついてなくって、それが iPad にもできるようになるって感じです。これね、結構使えるというか、私もよく使ってるので、これ iPad で撮れるのはすごいいいなって思いました。で、もう一つ私すごい嬉しいのが、動画がね 4K 撮影が対応になったんですよ。これがすごく嬉しいんですけど、今まで私 iPhone で撮影したものを iPad の方に AirDrop とかで送って、で iPad の方で動画編集っていうのをやってたんですけど、それだとねちょっとめんどくさかったりしたんですよね。すごくちょっと手間がかかるというかなんですけど、 iPad の方で 4K 撮影、動画撮影をそのままして、でその状態で iPad の動画編集アプリにその動画を読み込んでサクッと動画編集ができるっていう、すごいこう時間ロスがないというか、サクサク動画編集ができるのがすごく楽しみだなって思っています。で、とはいえですね、なかなか iPad で写真撮影しないっていう人も多いと思うんですね。私も実はしなかったんですけど、結構いいのがこの新しいマジックキーボード。これがですね、この角度をつけることができるんですよ。この iPad のね、首の角度を変えることができるので、これでね、垂直とかにすることができるから、例えば外に出て、iPad 置いて垂直に立てて、三脚みたいな感じで使ってですね、動画撮影することができるんじゃないかなって思ってます。で、そうなると結構 iPad で動画撮影の機会も増えてくるかなと思ったりしています。で、もう一つ大きく変わった点がですね、このマジックキーボードですね。これトラックパッドっていうね、こう手で操作するパネルみたいなのがついたんですよ。これ Mac 使ってる人だとわかると思うんですけど、これが iPad のキーボードにも搭載されるということです。で、これ何がすごいかっていうと、例えばね、私今まで表計算のアプリとかを使いたいときにこういう感じで立てて、キーボードと画面タッチしながらやってたんですけど、これだとね、こういうセルとかを触ったりするとすごくね、イライラしてたんですよ。実はこういうのね、こう間違ってタッチしちゃったりして、うわーってなったりとかしてたんですよね。で、こういうなんかイライラが結構解消されるかなって思います。男性とかね、手が大きい人とかはちょっとこういう細かいところタッチすると違うとこね触っちゃったりするので、それがこのトラックパッドで細かいところを操作できることによってすごい効率的にサクサク表計算アプリを、操ることができるんじゃないかなと思ってます。で、クリエイターの方はですね、バナー作りとかするときにこのトラックパッドがすごく効いてくると思います。私はですね、アフィニティデザイナーっていうイラストレーターみたいなアプリが iPad にあるんですけど、これを使ってバナーを作ったりしています。で、こういう写真の上にテキストを載せて、こうタッチしてテキストを打つっていうのをやってるんですけど、結構ね、これも細かい微調整とかができなかったりして、指だと間違えちゃったりしてたんですよね。で、こうやってテキスト打ってリリースするときは画面の違うとこタッチして、ちょっと慎重めにですね、違うやつをタッチしてもう一回テキスト打つみたいな。で、Apple Pencil でやってみるけど、間違えたみたいなこういうのとかね、結構あったんですよ。なんですけど、このトラックパッドがあるとこういう細かい作業とかもね、かなり楽になるんじゃないかなってすごい期待してます。なので Apple Pencil はこれからこうイラストとかを描くためで、トラックパッドはこういうテキストとか画像とかの位置を調整するのにすごく役立ってくるので、これの切り替えをしながら iPad を使うとめちゃくちゃ効率よくなると思います。で、私ちょっと気になってるのがこのドックですね。今までだったら手とか、あと Apple Pencil で下からシュッと上に上げたらドックが出てくるんですけど、これが
トラックパッドだとこうマウスを下にやると出てくるのかなとかあと右クリックするとどうなるんだろうとか、コピー複製とかコピペとかの項目が出てくるのかなとか、いろいろこのトラックパッドの可能性をすごく期待しているので、実際にこれはね使ってみないとわからないと思うので、届いたらたくさんレビューしたいと思います。で、Apple のウェブサイト行くとですね、iPad Pro を AR で見るっていうボタンがあるので、それを押すと自分の部屋の中にこう iPad Pro を AR 上で配置することができます。こんな感じで、これ私の部屋なんですけど、ちょっと今変なところについちゃいましたね。これでシューッと下の方に持っていってデスクのところにペチャってくっつけると、あたかもそこに iPad Pro の2020年のモデルがあるような感じで見ることができます。はい、でこのスタジオをね結構びっくりされた方も多いと思うんですけど、すっごいねでっかいライトがこんな感じであります。でこれはね YouTuber のドリキンさんっていう人がアミティ先生このライトめっちゃおすすめだよって言ってラジオで紹介してくれたから買ったんですけど、そしたらもうめちゃくちゃでかくてびっくりしたっていう感じのやつですね。はい、こんな環境で撮影をしております。でこんな感じで見れるので、皆さんよかったら Apple のウェブサイトの AR の体験のやつトライしてみてください。はい、ということで早速買っていきます。注文を押して、サイズはですね11インチです。もう絶対11インチ、もう12インチは考えられないですね。ちょっと大きすぎるし重いのでなかなか持ち運びがしにくいっていうところがあって、大きいイラストを描く人はですね12インチの方がいいかもしれないんですけど、やっぱり私は持ち運んで外で仕事したりイラスト描いたりっていうするのがすごく iPad のいいところだと思っているので、本当に11インチをご了承します。特に女の子ね、やっぱりカバン小さいと思うので、それに入れやすい大きさだと11インチをすごくおすすめします。で次色はスペースグレーが好きで、容量ですね。容量はもう 1TB を買います。はい、一番フルスペック買いたいんで 1TB にするんですけど、実はですね私この2018年モデルも 1TB 買ってるんですね。なんですけどこのストレージのところを見るとですね、実際には 1TB 中の340GB ぐらいしか使ってないです。実はなので3分の1ぐらいしか使ってないですね。結構動画編集とかあとは写真撮影もするし、結構グラフィックの重いのもやるんですけど、それでも3分の1ぐらいしかいってないので、初心者の方だったり中級者の方でも200ぐらいで十分かなと私は思います。はい、で次ネットワークですね。これは Wi-Fi とセルラーモデル選びます。Wi-Fi につながないとねメッセージとか送れないって思うともうちょっと無理なんで絶対セルラーを選びます。で私 UQ モバイルの SIM カードを挿してますね。でこれで156,800円ですね。で Apple Care を追加します。Apple Care は皆さん入ることを本当にお勧めします。で、バッグ確認すると、はい出ましたわお 188,790 円でございます。すごいですね。11インチの iPad Pro Wi-Fi セルラーモデルの 1TB スペースグレー Apple Care 付きで18万円でございます。皆さんでこれにマジックキーボードが3万円ぐらいするので、プラスすると、22万円ぐらいになるのかな。わーすごいですね。はい買いました皆さんお届け予定日が3月26から3月28日ですって。多分ね3月25が先頭の人なんでちょっと遅れてくるかもしれないんですけど、ワクワクしながら待ちたいと思っています。どうしてもねこの買う瞬間をちょっと動画に撮影して YouTube に思い出に残しておきたかったっていう、ただそれだけなんですけど、届いたらまたちゃんとねレビュー動画とか作っていきたいと思います。あとマジックキーボードのね使い方とかどんどん紹介していきたいなと思ってるので楽しみにしておいてください。で4月からですねちょっと iPadMate も結構動きがあるので皆さん楽しみにしておいてください。はい、ということで今日は iPad Pro 購入しましたな動画でした。お付き合いいただきありがとうございます。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。